チェンバーボーン。アップデート7。アプデ導入により新たにタワー農園とジップラインを建設し革新を起こした我らがビーバー。ただいま植林地も立体化に挑戦。今回も頑張って開発を進めるぞー。でその植林地の2階を灌漑しようと清水弁を設置して、農場の水を引いてこようと思ったんだけどジップラインが邪魔。じゃあ横から引くか。給水ポンプが邪魔で無理。なんてこった。結果端っこをがっつり壊して再設計して、タワーのうちの水をこちらにも流れるようにしました。この筒状になったところに貯水され、清水弁で適宜放水するシステムが採用された。あやべ、気づかぬ間に丸太の在庫が残り400。前のサイクルの時8000あったのに使いすぎだろ。思った以上に消費が激しい。などと焦ってたら久々の悪視を警告。そういや最近悪視起きてなかったな。まあどうせ自動でなんとかなるし、今は丸太不足を解消せねば。立体植林場の1階部分は一旦撤去したけど完成まで待てん。今すぐ植林を開始するぞ。1本でも多く植林だ。保管するための地下貯蔵庫も目の前に建設。2階も地形ブロックで盛り土を開始だ。油断してるとハマるから、設置順には気をつけろよ。手前を完成させてから上から投げ込むように指示出したから多分大丈夫。さいですか。悪潮が来たどー。16日か、これなら楽勝だな。久々なので念のため水源をチェック。右の水源、よーし。下水道の排出、よーし。ラオジン水弁の方もしっかり切り替えできてるね。見た目こそおどろおどろしいが、すでに自動化されてるから恐るるに足らずだぜ。念のためチェックしたけど大丈夫そうだね。さて前回地下鉱山水没させちゃって使えなくなってるから、こっちの鉱山の開発少し急がせますか。しれっとスクラップの在庫が枯渇してるけん。大きな風車前も緊急だし植林しようか。あれ？おいなんか地面が汚染されてねえか？やっべえ、地下トンネル掘ろうと準備してたところからがっつり汚水流れ込んでるまずい急いで塞ぐぞ。翌朝、腹水盆に帰らず。ビーバーたちの町が、安定のやらかしとにかく川への汚水の流入を止めなきゃ。よし土持って封鎖。丸太がなくて土で埋めた。水門オープン。丸太の在庫が枯渇してるのに、このままじゃこの辺一帯全部枯れちまうかも。汚水を捨ててきれいな水を流せばワンチャン。排水急げー。排水してるのに汚水が減らない。汚染範囲がどんどん広がってるぞ。枯れるまであと 0.2 日。こりゃもうダメだ。汚水だば完全に初期対応ミスってたの巻。急いで上流を土砂で塞ぐのだまあもう手遅れだけどな。2匹汚水に浸かり体調不良に。薬の在庫はあるけど久々にハーバリストも稼働させた。一刻も早く汚水を排水するのだ。葉っぱで吹き飛ばすぞ。やっと汚水の流入が止まったようだね。地獄。トマこれ以上の被害の拡大は防げたけど、これからどうしよう。復興作業しないとだな。土砂積んだ先に枯れた木があったのでこれ使おっと。丸太在庫14本しかあらへん。いのー、ちの水。除水してる水を放水して汚水を押し流した。毎期何らかの事情で放水してるからバンジーダムが満水にならぬ。お前が毎回やらかしてるだけだろ。そうだった。植林場が、丸太切れたタイミングでこれは辛い。メープルと松も大損害であります。緊急対応ということで被害のなかったバンジーダム周辺の緑地を追加で植林。育つまで30日かかるからそれまでが厳しい。はっはー。しない？おい。夜中に慌てて設置したから高さを一段見誤ってたよ。災害時に慌てるダメ絶対。溝に溜まった汚水を汲み出すために汚水ポンプを設置。ほっといても自然に乾くがそれまで待ってられないぜ。だいぶやられちゃったけどやっと青々とした川に戻ったよ。オラたちの村に命の水が帰ってきた。さて元通りに直そうかとも思ったけど、いい機会だしがっつり再開発をするぞー。おー。まずは農地を全撤去。タワー農園完成後農家は停止してたからここは解体しても平気かな？タワー農園の生産量が読めないけど、まあ足りなかったら後から農地増やすよ。汚水対応で救出が遅れた。お前どうやってそこ登ったんだよ。植林場建設が一部経路が足りず止まってたので少し手直し。復興作業メインでこっちは放置で進められるところを進めようぜ。悲しくも枯れちゃった木は放置しててもしょうがないので、伐採して丸太にしちゃいましょ。丸太不足の一時しのぎにもなるかな？
現在土砂は在庫6000とだだ余り、今板とか使うと生産で丸太が減る、土砂工事をするぞ。川幅は3マスが最適ってコメント欄で教えてもらったし、川幅調整工事をしよう。川の面積が減ればそれだけ蒸発も減って貯水も有利だ。地面の高さを3で揃えてるので、今まで低かった元の内部分を盛り土。汚染自体は完全にやらかしだが、こういうタイミングないと再開発しないからいい機会になったな。ついでに水生農場を川に足場を作って移築。川の中にある方がそれっぽく見える施設。伐採終わったところも盛り土。丸太の在庫が増えねえ。資材使いたくないからやれる仕事が限られるぜ。立体植林場隣を普通に植林。ここも立体化したいが工事当分できそうにない。紙を節約するため本の生産も停止。ビーバーよ、本を食うな。汚染の被害がなかったので栗の木は残そうかとも思ったけど丸太ないので伐採。ついでに盛り土で再開発だ。この工事が終わればそれなりに広い土地が確保できるね。だな。土を運べービーバーども。ものすごい勢いで盛り土しとる。土砂の在庫がもう1200も減ってるよ。すげえなビーバー。運搬員の拠点も高さ下げたい位置だったので移転。運搬員の拠点と建設作業員の小屋が端っこにずらっと並んでおります。あ、いつの間にか地下鉱山の水が引いて復活してた。そういや向こうの鉱山どうなった？知らぬ間に稼働してビーバーが掘ってた。危険な作業、ビーバーが3匹怪我しとる。板や歯車使うし一旦操業停止です。こうして完成数日で役目を終えた。どうせ動かすなら地下鉱山の方が近いし、運ぶの楽だしまあそうなるわな。大地を叩き固めるのだ。汚染された森だった場所が、だいぶ平らになってきた。いのちの水。悪潮が終わったか、わずか16日だったのに大災害になっちまったぜ。バンジーダムの貯水もすっからかんだよ。汚水を押し流すのにがっつり使っちまったししょうがねえな。そうだ、悪潮も終わって一段落ついたし、復興の象徴としてこの喜びの泉を建設しよう。丸太は使わないから、これなら今ある資材だけで建てれるぜ。建設予定地を考え中。集合住宅前か元のうちなんかも良さそうだ。結果見た目を考慮してこの辺に建設することにしたので、沼場を適当な場所に移築しましょ。復興の象徴のために破壊する矛盾。まあ前よりもゴージャスな泥場にするからビーバーたちも喜ぶよ。ただの見た目を気にしないゴテゴテ幸福度アップ設計じゃねえか。てっへ。放置状態だった立体植林場の指示してた部分が完成してたので、一旦2階部分だけ稼働させることにしました。はっぱー。なおここに清水弁が2つあるが1つで十分である。見た目の問題です。嘘つけただのボンミスだろ。取り巻き能には問題ないのでよーし。2階部分の緑地化成功。植林するための森番の詰め所は、灌漑水路の上に足場設置してその上。木こりの起点も同様に水路上に建設。少々道が歪な形になっちまってるが、行動範囲ギリッギリで作業できそうだ。そして建設時に使った道を破壊しようとして悲劇が起きた。一体何が起きたんだ？間違えて防水フロアもぶっ壊した。おバカ。糸悲し。悲しみの深夜の大ハッパー。ご就寝中のビーバーの皆様、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。でできた空き地に喜びの泉を仮設置。建設位置の最終チェック入りまーす。喜びの泉は水へのアクセスが必要とのことなので、川から水路を引いて泉までつなげます。ついでで周囲の緑地化もできそうだ。微妙に邪魔な位置だった3種のグリル屋さん撤去。強制退去、新店舗建てるから許してくれ。倉庫前に綺麗に収めました。階段の上り下りがあるけど、前よりスッキリしてこれはこれで良さげだな。それでは喜びの泉をできない？くぼみのサイズが足りないか、足場の上に設置不可とかかな？足場の上にも設置できるし、サイズもこれでいけるのになぜ？ようわからんが地面が縁に当たるのは許されないっぽい。しゃあない爆破して確認しましょ。あれ？メインダムの貯水が遅い？取りま水門開けて補充しましょ。この時は気づいていないが、右の清水弁に汚水が詰まっていて放水されてなかった。施工ミスしちゃったてへ。こらこら。連日申し訳ないけど深夜のハッパー。昼間やるとビーバーも吹っ飛ばしかねない危険行為。よし今度は設置 OK。やっぱり足場は OK だけど地形ブロックがダメだったようだ。泉と繋ぐことで水の流れがなんか微妙に変わりそうな？
まあ川の水はマップ外に基本捨てない感じだし、平気っちゃ平気かと思うが。とりあえず下流の方が水深深いから深い方から流れるようにしとこう。意味があるようでない工事始め。静水弁の向きを逆にして立て直し。水が溢れた時中央部分がえらいことになりそうだけどどうなることやら。溢れさせなきゃええんや。適当だな。そうだ、泉に引く水路、足場を作ってその上に盛り土してみよう。見た目は普通の土でも下に水が流れてる、地下水道ができそうだな。速攻で完成だ嬉しいのは分かってるから連打すな。さて水路を開通させて水も流してみましょ。復興の花火をあげろ危ねえ。復興祝いで新たな犠牲が出るぞ。爆破の先端と交差点を同時に点火すれば割と大丈夫。いのちの水。汚染からの完全なる復興とはまだいかないが、復興の象徴としていいものが作れてよかったぜ。でしばらくして泉も稼働。夕日でちと見にくいがこれはいいものだな。水だばー。復興セレモニー台無しじゃねえか。思いのほか水の流量が多かった。なくても自然と落ち着くと思うけど、再発防止のためここにも静水弁設置しましょ。安全第一。じゃあ汚染からの復興のめどが立ち、短い15日の干ばつも来たことだし今回はここまで。ではジャスティスビーバーさんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。力強く進む命の水を求め大地を這いゆく朽ちた作物の下希望の種を見つけ明日への道しるべ俺たちが作る汚染された大地を取り戻そうよ俺たちの意志で未来を作ろう新しい森へと育てていこう共に進む道に光は差すから汚水に侵されたふるさとの夢よ新しい芽吹きへと導いていこう仲間と共に進む植林の日々に不幸の願いを胸に刻もう汚染された大地を癒してゆこう俺たちの手で命を紡ごう新しい森へと変えてゆけるさ共に進む道に光は差す時は流れても諦めない俺たちの願い必ず叶うまで不幸の道を歩み続けよう希望の種をまき続けて汚染された大地を取り戻すため涙を力に変えて進もう明日という名の約束の地へ共に築こう新しい世界